懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は9センチサイズ丸腰製デカ消しの第3弾 C 型よりチリイースター島出身のパーフェクト超人アモイマンをペイントします。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。デカ消し第3弾に封入されていたブックレット。アモイマンは間違いなく3弾のキャラクターなんですが、いないです。この続きは本編の動画でもう一度触れます。3弾はその他にカナディアンマンやブロッケンジュニアなど有名超人も目白押しの弾でした。まずは塗装前の状態です。多少の経年劣化、落書きはあるものの傷や損傷などもほぼなし。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。高さ9センチの手のひらサイズ。塗装後のレビューを先に。今回はモデルカラーのチョコレートブラウンの試し塗装的にほぼ一色で塗り切る3度の重ね塗りで色をできるだけムラなくのせました。かかった時間は約30分の塗装でした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。レンジン漬け込みを一晩から2日して可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っているライトな部類に入るフレッシュカラーです。ひと手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので、デカ消しサイズでも 3,4 分あれば下地はできてしまいます。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆を使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。下地の完全乾燥の後、今回のメインカラー、塗装面積は圧倒的に大きかったボディカラーの濃い茶色、モデルカラーのチョコレートブラウンです。少し隠蔽力には心配のある茶色ですが、さすがはファレホです。先に塗った下地も効いて一発で色が乗っていきます。それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。もちろんこの面積を一度では塗りきれないので、数度の重ね塗りを前提に色を薄くのせました。動画の初めに紹介していたブックレットではラインナップになかったアモイマンですが、後発で出た各シリーズが一覧で網羅された白黒ブックレットでは第3弾にアモイマンあります。しかし実際の形状とは異なる別の超人としてラインナップされてしまっています。この辺は80年代のあるあるとしてよくあったことかなと思います。次にゲームカラーのゴールドイエローです。濃い色味の黄色を目に極細筆で丁寧に色を入れました。次にパンツのバンド部分に濃い色味の水色です。モデルカラーのアンドレアブルーです。こちらもライトなカラーですが、そこそこの隠蔽力を誇ります。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、
広い範囲に塗装ができます。パンツには濃い色味の緑、ゲームカラーのダークグリーンを使っています。今回のカラーリングは原作カラーではなく、当時物の金消しブックレットパート5の表紙に記載のカラーを参考に配色しています。アモイマン自体はレギュラーサイズ金消しではパート7に登場でしたが、なぜかパート5の表紙に載っていました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。ここから仕上げにかかります。モデルカラーのチョコレートブラウンの重ね塗り。塗り漏れや塗装が甘かった箇所、はみ出し部などを補修して完成に向けます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードで色数が多彩。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくいマットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている可塑剤抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている可塑剤は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。9センチサイズで通常のレギュラー版より一回り大きい丸腰製のデカ消しは全12段が当時ラインナップ。100種類を超える超人の造形は意外と緻密にできています。有名どころの超人やマニアックなキャラクター、多い争奪編の面々までしっかりデザインされリリースされていました。アモイマンはチリ・イースター島出身のパーフェクト超人。超人強度は340万パワーもあるので、ウォーズマンよりも数字だけなら強い設定になっています。頭部だけの古代遺跡に胴と手足が生えて誕生した超人の設定です。そして2度目の重ね塗りです。多少の色ムラは自然な感じで許容して、一通り違和感のないくらいには塗り上げることができました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装丸腰製デカ消しの第3弾 C 型アモイマンを水性アクリル塗料にてペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。